周開発でジャパンスナッパーを取り戻すを本当に我々の北極星として設定してまして、本当にそれをなんとか達成しようというふうに思っています。皆さんこんにちは。スペーステック企業図鑑のコーナーです。福島県にある南相馬市産業創造センターに伺っております。ここに入居するスペーステック企業アストレックスの代表小田さんにお話を伺います。簡単にそれでは自己紹介をお願いいたします。はい、はじめまして。アストレックス代表取締役 CEO の田翔吾と申します。よろしくお願いします。我々アストレックスはですね、宇宙開発でジャパンズナンバーワンを取り戻すというビジョンを掲げておりまして、今ロケットを開発しております。我々のロケット、少し特殊な方式を採用してまして、ロックーンと言われる方式でして、成層圏までロケットをバルーンに上げて、そこから発射するというタイプのロケットを開発しております。どうぞよろしくお願いします。このロックーンという方式は、ロケットを飛ばすいろいろな課題が解決されたり、メリットがあるっていうことも学んだんですけれども、詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、ロケットというと皆さん地上から打ち上がるイメージを持たれるかなと思うんですけども、実はこのロックーンの方式大きく3つ利点がありまして、ロケットですね、一般的に地上からリフトオフして打ち上がるときに高度10キロ、15キロぐらいまで空気がある層を脱出するのに一番エネルギーを使っているんですね。で、我々のロックーン方式だとそこをまるっとカットして、ほとんど空気がない成層圏と言われるところから発射することで、エネルギー効率よくロケットを発射できます。それによって、ロケット自体は省エネルギー化できるので、低コストでできるというのが大きな一つの利点です。で、もう一つ、ロックーンの方式の利点がですね、射場に依存しないというところになります。ロケットがですね、やっぱりロケット自体に発射場、スペースポートと言われる発射場が必要になるんですが、なかなか日本は土地が狭いので発射場を作れる場所がなかったり、かつ発射場を作ってもですね、日本、海沿いに飛行機であったり船が非常に多く通っているので、空も海も混雑しているというところで、ロケットの打ち上げタイミング、打ち上げ頻度と言われるんですけれども、タイミングの確保が困難になっています。なので、将来的に高頻度で打つとなるとなかなか難しいよねという課題があります。ただ我々のこのロックーンの方式だと、例えばもちろん地上からも上げることができるんですけども、船に乗せて洋上に出て飛行機の航路の外に行ってしまって洋上で展開して補給して打ち上げというのもできるので、場所に依存せず自由度が高い打ち上げができる、一方で高頻度で打てるというのが必要になっています。で、3つ目の利点がですね、一般的にロケットには人工衛星を載せるんですけども、ロケットは発射の際にロケットエンジンの地表面の跳ね返りであったり、あとは音響振動と言われる非常に大きな振動が発生します。載せる荷物もその振動に耐える構造にする必要があって、お客さん側も結構そこでコストだったり、開発が大変というところがあるんですが、我々のロックーンの方式、空気がほとんどないところから打ちますので、ロケットエンジンの地表面からの跳ね返りもないですし、空気がほとんどないので、音響振動がグッと少ないんですね。それによってお客様の荷物、載せるお客様の荷物も要件をかなり緩和することができる。イコールお客さん側の製造コストであったり、開発コストも下げることができるというのがこのロックーンの今までロケットの発射の方式みたいなことは全然聞いたことなかったんですけれども、これまで実用化されてないっていうことで技術的なハードルとかチャレンジみたいなものもあるんでしょうか。ロックーンの方式ですね、実はアイデア自体はすごい昔からありました。我々が考えたものではありません。で、なんでこれまでロックーンが実用化されなかったかというところでいうと、大きく2つあると思っていまして、1つがニーズというところ、1つが技術というところだと思います。でまずニーズなんですが、ロックーンいろいろとメリットあるんですが、唯一の大きなデメリットが1つありまして、それが大型ロケットができるというのも、バルーンで補給するので、持っていける重さに限界がある。で、昔はお客さんが持っていきたい荷物、人工衛星がすごい大きかったんです。なので、大型ロケットしかニーズがなくて、小型ロケットのニーズがなかったというところで、ロックーン、アイデアであったりとか、確かに効率がいいよねというところだったんですが、ニーズが少なかった。もう一つ技術的なところなんですが、ロケットって爆発性のあるものですね。で、その爆発するものを気球で補給した場合、万が一落下した際、エマージェンシーのリスク範囲がすごいでかいところがあって、ニーズも少なかったですし、技術的にも難しいんですが、今そのニーズがですね、どんどん小型衛星の需要が出てきて、小型ロケットのニーズが出てきた。でその上でロケット側もですね、実は我々が採用しているのはハイブリッドロケットという種類のロケットなんですが、このハイブリッドロケットは実は非爆発性のロケットですね。で、これが実用化レベルに達してきたというところで、非爆発性なので万が一落下したとしても、重さの物体が落下するリスクに抑えられるというところもあって、ロックーンの実用化が出てきた中で我々が挑戦しているという状況です。
今回私たち福島のイノベーションポスト構想ですかね、の浜通りの復興みたいなところも含めた国家プロジェクトの概要とインタビューみたいなところを合わせて取材の手配をしているんですけれども、アストレックスさんとして南相馬市とかこの浜通りの地域とどんなふうに連携したり協力してビジネスをしているかみたいなところもお伺いできればなと思っております。特に南相馬市さんとはですね、本当に二人三脚で事業をやらせてもらってまして、例えば昨年の実験の際もですね、本当に市役所の方含め別に皆様にお手伝いいただいて実験ができております。で、我々ベンチャー企業なのでやっぱりスピード感が大事という中で、結構無理なスケジュールが設定されるんですけど、地元の方々へ説明会を開いていただいて一緒に説明をしたりだったり、当日見学の方がいたらおられるんですけど、そういったところをオペレーションしていただいたりとか、もう本当に二人三脚で一緒になって事業をやっているという状況です。アストロ X さんの企業の文化とか組織みたいなところにもちょっとお話を触れてみたいなと思うんですけれども、小田さんもともと音楽アーティストでいらっしゃって、でその後 IT 企業の創業とか売却を経験されていてということで、なんか全然違う質のグループを作って、組織を作ってみたいなご経験をされていらっしゃって、でこういったことがアストロ X のカルチャーとか組織づくりみたいなところに関連しているのか関連していないのかみたいなところもちょっとお伺いしたいなと思うんですが、まさにこれまでの経験を生かしてカルチャーの形成というのをしているというふうに思っています。ぜひアストロ X 採用デックって検索していただくと採用デックが出てくるんですけど、その中にアストロ X の6つのバリューという形で、アストロ X が大切にしていること、アストロ X ってどういう人たちの集まりなんだっけってカルチャーを6つ言語化しています。そういったところは本当に実は徹底していまして、本当に形骸化しない、ただ言葉だけがあるんじゃなくて、本当にそのカルチャーを社内でしっかり浸透させて、目の場所でその6つのバリューの制定も、これまでの経験の中でいろいろ自身としても思ったことがあって、その中で、こうすることでチームとしていい方向に、中長期で向かっていけるんじゃないかというところで、大きな指針というのを設定しています。採用資料の中にいいやつを評価しますというような話もあると思うんですけども、この辺のなんか真意というか、そういう辺はいかがですか？バリューの中にいいやつであろうであったり、あとは優秀な個人より優秀なチーム本当に短期でいうと個人のパフォーマンスがひたすら高い人を集めてチームワークを個人の能力で突破するっていう、やっぱりある種正解っていうのはあるかなと思うんですが、本当に中長期で見たときにですね、やっぱりチームワークということが生きていると思うんですけども、チーム一丸となってちゃんと同じ方向を向けてるかっていうのは非常に重要だなっていうのをいろんなプロジェクトを通じて感じています。事業ってどうしてもうまくいかないことの方が多いので、お互いのリスペクトを持って仕事をできていないとやっぱり乗り越えられない問題というのが非常に多いなとこれまでも感じてきましたし、僕としてもやっぱりそういう雰囲気で会社であったりチームをまとめていきたいなというふうに思っているのでバリューを高めさせてもらっています。個人のプロフェッショナルっていうのは大前提としてありつつ、その上でやっぱりチームの能力を下げるような人であったりとかリスペクトできないような人とはやっぱり一緒に仕事できないというところでバリューを入れていて、結構それは徹底しています。この採用であるとか評価みたいなところにこのバリューを具体的にどういうふうに評価するかとか基準をどういうふうに置くかとか、そういったことも作られていらっしゃるんでしょうか？基本的には採用の最終面談に出させていただくんですけども、僕はその技術とか能力軽くは見るんですけど、そこへのどちらかというとそれカルチャーフィットするかっていうところに気を置いていて、緊急で結構必要なポジションがやっぱりあったりとかして、で技術的にすごいマッチするけど、やっぱりアストレックスのカルチャーに合わなそうだなとか、そこが理解してもらえなさそうだなと思うと苦渋の決断ですけど、ちょっと一緒にできなさそうという判断を出してもらうこともあります。それぐらい本当にそこを重要視してそこをお互いで理解していただいて、これはすごい確かにそうだよねと思ってくれる人をしてしまいたいなと思っています。で採用後の評価みたいなところもやっぱりそこはすごい意識をしていて、そのバリューが形骸化しないためにそういうことをしっかりできている人をちゃんと評価するっていうのを会社としても意識しています。ありがとうございます。チームワークとか組織づくりみたいなところでの質問になるんですけれども、一緒に働いたり、ワークフローホームで、働いたりハイブリッドだったりすると思うんですけれども、組織内のコミュニケーションの取り方であるとか、チームワークをどう作っていくかみたいな、そういう工夫とかって何かございますか？
採用の時入り口でしっかり絞るっていうのがかなり一番大事かなと思っているので、入り口でちゃんとカルチャーフィットするいいやつで、その上で社内的なところでいうと毎月月末に月末会というオフラインでやってるんですけど、そういう場でも多分うざったいなと思われるぐらい何度もそのバリューであったりビジョンであったり、そもそもアストレックスが何のためにある会社で何をしようとしているのかで、そのためにこういうバリューが設定されていて、ただただ目の前の仕事をやったり技術を作るだけじゃダメなんだよっていうのを徹底しているようにはしています。2030年までのロードマップについて伺いたいなと思うんですけれども、今年が2025年で、ここから5年間で、どんなふうにビジネスを持っていきたいかとかっていう計画についてお話しいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。フェーズが3つに分かれていまして、実は今まさに第1フェーズ、サブオービタルフェーズというところにあります。で、今年度中ですね、ロックン方式というサブオービタルロケット、いわゆる宇宙空間到達というのを世界初で成功させようとして、日々開発を進めております。で、その先でいうと28年度中にですね、オービタルロケットの成功、我々のメインプロダクトになるところですね、この成功というのを目標にして、ロードマップを引いております。で、その先でいうと29年、30年で量産化、商用化フェーズというところに入りまして、お客さんのペインとして抱えているところをどんどん解決していくというふうな創業が2020年ということで、ここに至るまで非常に早いプロセスで進んできていらっしゃいますけれども、このIT プロダクト開発のようなスピード感っていうのはどのようにして実際行われているんでしょうか。そうですね、いくつか理由はあると思っていて、まずはとにかく本当にもうスピードが何よりも大事なんだよっていうのを社内外ともに、自分自身にも何度も言っていかせるっていうところかなと思っています。で、どんどん失敗していって、小さな失敗を積み重ねてたどり着こうというふうにやっていくので、そういったところが理由の一つかなと思います。もう一つが良くも悪くも僕は宇宙工学のエンジニア出身ではなくて、でも何か僕の技術シーズがあって、この技術を使って世の中を変えてやろうっていう順番ではなくて、こうして世の中を変えたい、そのために何が必要かというのをできるので、ある種一つの技術にこだわらずに達成したい目標に対して必要な技術をしやすくできるっていうのがスピードの理由かなと思います。ありがとうございます。2030年以降の宇宙業界っていうのは、小田さんから見てどんな風になっていて、でその中でアストレックスの役割っていうのはどんなものなのかっていう、その辺のお考えとかっておありでしょうか。1990年代の IT 黎明期というふうになっているんですけども、今宇宙業界がですね、まさに本当にそういう状態かなと思っています。というのもIT も初期はメールとかホームページって何の役に立つ、電話でいいじゃん、ファックスでいいじゃんってなってるのが、それだけにとどまらず IT×○○っていうもう全産業で今コラボしていると思います。で、宇宙もおそらく同じような形で、今宇宙に物を持ってって何するんですかっていう状態ではあるんですけども、産業がスケールしている。で、おそらくこの5年、10年、20年でいうと IT と同じように宇宙×○○っていうのがほとんどの領域で展開されてくると思っています。で、そういった中で我々としてもインフラであるロケットを作って、しっかり日本の一大産業としてスケールできる基盤を作ろうというふうに考えております。で、我々がどういう存在でありたいかというところでいうと、まさに宇宙開発ジャパンスナンバーワンというニュースとビジョンを掲げているんですが、それの達成のためにしっかりまずはインフラになる、ロケットを作らないとなと思ってまして、で、我々はロケットの会社とは思っているので、ロケット、輸送を持った上で、衛星であったりっていうところも幅広く展開していきたいと思います。最後に今後の採用について伺えればなと思うんですけれども、アストレックさんで働くことのメリットみたいな、そういったところをお話しいただければなと思います。はい、ありがとうございます。我々今、技術ポジションも事業ポジションもどんどん採用を加速しております。我々と一緒にアストレックスに入って一緒に働いていただくと、面白いところで言うと、やっぱりなかなか手触り感を持ってロケットの開発ができるタイミングって世界的に歴史的に見てもなかなかないと思うので、まさに今まだ本当に30人ぐらいでやっているので、自分のやったことがそのままやっぱり事業だったりとかに反映される。で、そういう経験って本当になかなかチャンスがないことだと思うので、単純にエンジニアとしてもですね、事業開発面白いんじゃないかなというふうに思っています。宇宙開発でジャパンスナッパーを取り戻すを本当に我々の北極星として設定してまして、僕個人としてもそこの思いが裏があってですね、もう単純に本当にそれを何とか達成しようというふうに思っています。で、これが達成できると、やっぱり本当に社会的にもすごい意味があって、日本の産業をまた盛り上げる、失われた30年って言われていたのがですね、またワクワクキラキラして
取り戻せるんじゃないかというふうに思っているので、次の世代にもこう日本っていうのを聞けるよね希望を持たすことができるかなと思っています。そういう技術的なところもそうですし、社会に与えるインパクトという意味でも非常に面白い経験ができるというのは間違いないかなと思っております。開発領域のポジションに関してはたくさんいろいろなポジションがあると思うんですけれども、例えば電波通信とか組み込みとか、これらのポジションは宇宙関連の経験が必要なものが多いですか？これも実はよくご質問いただくんですけども、宇宙の経験っていうのは実はそこまで必要ないポジションっていうのは多数あります。当然宇宙の経験があって、あと時間とか知見がある方が大関係があるんですけども、全然それ以外の方も大関係です。で、今弊社に入っているエンジニアもですね、半分以上は非宇宙から、転職してきたメンバーになります。ただ宇宙というとよくですね、本当にずっと宇宙をやってきた人しか働けないんじゃないかとか、すごい特別ななんか領域のように思われるんですけど、全然そうではなくて、言っても本当に製造業の総合格闘というか、いろんな技術の集結なので、本当にいろんな技術が必要になります。なのでちょっとでも宇宙に興味がある方はですね、今宇宙に関わってなくても働けるチャンスっていうのは自分にありますので、ぜひ興味を持っていただければ気軽にご連絡いただければ嬉しいなと思います。ありがとうございます。こちらのビジネス系のポジションについては、どんなポジションが募集されていらっしゃいますか？はい、ビジネス系のポジションも様々あります。例えば事業開発のポジションというところで、法改正であったり、政府の予算を取り入れたりというところのロビングポジションであったり、あとは我々スポンサーシッププログラムというのを今メンバーで出していまして、売り上げを作るというところの事業開発というのもあります。あとは一般的などの会社でもある PR 広告とか、人事労務だったりとか、採用であったりとか、本当にいろんなポジションがぜひこのコンテンツをご覧になられている方、一度アストレックスさんの採用情報もチェックしていただいてご応募いただければと思います。本日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。